こんにちは。今日は簡単な模様編みのプルオーバーを作っていきます。シンプルなんですが、サイドをちょっと変わった感じにしているので、よかったら試してみてください。使用する糸はダイソーさんのソフトミックス。色はライラック。材質はアクリルとウール。40g で約72メートル。使用かぎ針の目安は10号。今回はこれを7ミリで編んでいきます。あとはとじ針とマーカーを使います。今回の作り目の数は6の倍数プラス1です。6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。好みで幅を決めてください。今回私は61目で編んでいきます。61目で編んだ場合の出来上がりのサイズを書いておきます。鎖編みをしていきます。普段はこの最初の鎖をちょっとゆったりと編んでいくんですが、今回はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。鎖編みが終わりました。最後の鎖にマーカーをつけておきます。このマーカーはしばらくつけたままにしておきます。でここから少しきつめの鎖を3つ。1、2、3。針から7個目に長編みを1つ。1、2、3、4、5、6、7。表でも裏でも大丈夫です。長編みを1つ。次は鎖を1つ。同じところに長編み。鎖を1つ。同じところに長編み。鎖を1つ。同じところに長編み。これで長編みが4つ。間には鎖。次は足元2つ飛ばして3つ目に長編み。1、2、3。これで扇形とまっすぐの長編みが1つ。これを繰り返していきます。次は扇形。足元2つ飛ばして3つ目に長編みを1つ。で鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、長編みが4つ。扇形ができたら次はまっすぐの長編み。また足元2つ飛ばして3つ目。また扇形。1、2、3。
次はまっすぐ。これを端まで繰り返していきます。端まで編んできました。足元2つ飛ばして3つ目に長編みを1つ。これで1段目が終わりました。次は2段目。少しきつめの鎖を3つ。1、2、3。裏返します。で、下の扇形の真ん中に扇形を編みます。ここと同じように長編み4つの扇形を編んでいきます。鎖で長編み、鎖、長編み、鎖で長編み。これで下と同じ扇形ができました。次はこの長編みの上に長編みを1つ。これを繰り返していきます。次も扇形の真ん中。で長編み。でこういう模様で繰り返していきます。でまた真ん中に扇形。これを端まで編んでいきます。端まで来ました。最後はこのマーカーの次から数えて1、2、3、3つ目に長編みを1つ。このマーカーの次から数えます。1、2、3。で、2本の糸の下になるように針を入れて長編みをします。これで2段目が終わりました。次もここと全く同じように編んでいきます。少しきつめの鎖を3つ。裏返して扇形の真ん中に扇形。これを繰り返していきます。好みの長さになるまで繰り返していきます。29段編んできました。長さは約53センチ。これは好みの長さにします。実際に体に当ててみてちょうどいい長さにします。もっと長くしてお尻が隠れる長さにしてもいいと思います。次は襟ぐりを作っていきます。上下を逆にします。で、表と裏を確認します。で、最初の
扇形が表の方を表にします。表にすると最初の糸端が右上にある方が表になります。でこの状態で始めていきます。長さは端から約11センチ、こっちも11センチ、間は31センチ。鎖の数で言うと、端から13目目にマーカー、こっちも13目目にマーカー、このマーカーのところが13、間はマーカーの次から数えて35、マーカーの次から数えてマーカーの手前まで、ここが35、これぐらいでやっていきます。だいたい11、31、11。次はマーカーのところから鎖を編んでいきます。鎖の長さはこのマーカーの次から数えた鎖の長さ、マーカーの次からマーカーの手前まで、私は35目なので鎖を35、マーカーのところに針を入れます。で、新しい糸を持ってきて、糸を引き出して鎖を一つ編むようにして、これを引き締めます。でこれは数に数えずに鎖を35目、1で、これが一つ目でマーカーをつけておきます。で裏山を拾うときには裏山にマーカーをつけておきます。これが一つ目。次は二つ目。次は三つ、四つ、五つ。これを数えて35目編んでいきます。鎖編みが終わったら最後の鎖にマーカーをつけておきます。これが最後の鎖で、次のマーカーをつけたところに引き抜きます。糸を出して引き抜いて鎖を一つで、糸を切ります。でここが頭を通す部分になります。で裏返さずに表のまま続けます。長編みの上に鎖を3つ、糸を出して鎖を3つ、で扇形に扇形、下の扇形の真ん中に針を入れて扇形を編みます。さっきと同じように長編み4つ、鎖3つ、
次は長編みの上、まっすぐの長編み、次はまた扇形、これで扇形。次は長編みの上に長編み、この糸を出したところになります。これでまっすぐの長編み。次はこの鎖の上に模様編みを続けます。これが一つ目なので、1、2、3、3つ目に扇形。これが一つ目。1、2、3。これで扇形。足元2つ飛ばして3つ目にまっすぐの長編みで、小さくなっているのでこれも忘れずに数えて、1、2、3。長編みで、次は扇形。1、2、3。次はまっすぐの長編み。小さいのも数えて、1、2、3。これで次の付け根まで模様編みを続けます。反対側の端まで来ました。足元2つ飛ばして3つ目はこの糸をつけたところ、まっすぐの長編みの上に長編みを1つ、これで襟縫いができました。次からは肩の部分を編んでいきます。こっちと同じように扇の上に扇、
まっすぐの上にまっすぐの長編み、また扇に扇、最後はマーカーのところに長編みを一つ、マーカーのところは足元2つ飛ばして3つ目、ここにマーカーがついています。これで反対側の1段目が終わりました。次は2段目、鎖を3つ裏返します。でこっちと同じように編んでいきます。扇形の上に扇形、鎖で長編み、扇の次はまっすぐの長編み、で次も扇形、まっすぐの長編みで扇形、まっすぐ扇形と繰り返していきます。でこっちと同じ長さを編んでいきます。私は29段編んだので、こっちも同じ29段編みます。でこのまましばらく編んでいきます。こちら側も同じ長さになるように編んでいきました。次は細編みで縁を編んでいきます。糸は切らずにこのまま続けていきます。で今は表の状態、まず鎖を一つ、鎖の根元に細編みを一つ、この一つ目の細編みにマーカーをつけておきます。で同じところに細編みをもう一つ、でこれで角に細編みが2つ、で次はこの長編みの隣に細編みを一つ、でここからはこの長編み一つの代わりの鎖3つ、この隣に細編みを2つ、次の長編みに細編みを2つ、次も細編みを2つ、次も2つ、このまま端まで細編み2つずつ編んでいきます。でこのまま端まで編んでいきます。端まで編んできました。
次は角に細編みを2つ。で、角はこの鎖の下から3つ目。1、2、3。ここに細編みを2つ。で、ここに細編み2つ入れる前に、この鎖の隣に細編みを1つ。これまでは2つ。ここでは1つ。で、細編み。次は3つ目に細編みを2つ。まず1つ目。同じところに2つ目。で、この2つ目にマーカーをつけます。1、2。で、次はこの波形のところを編んでいきます。まずこの扇形の端の長編みのところ。ここに細編みを1つ。次は三角のスペース。長編みと長編みの間。次は長編みの上。で、次は真ん中の三角。ここには細編みを3つ。1、2、3。これで細編みが3つ。次は長編みの上。で、次の三角には1つ。次の長編みには細編みの途中、長編みの上に針を入れて糸を出して、でこのまま次の扇形の長編み、この端の長編み、ここを飛ばして次で、細編みの途中、これを一度に引き抜きます。ここで細編みを3つ、ここで細編みを減らし目。次はまた1つずつ三角に細編みを1つ、長編みの上に細編みを1つ、真ん中の三角には細編みを3つ、1、2、3で、長編みの上で三角、端の長編みは細編みの途中、ここは飛ばして次の長編み、扇形の端の長編みで細編みの途中、これを一度に引き抜きます。でこのまま編んでいきます。次はこの三角、長編みの上、次は真ん中の三角、細編みを3つ、次は長編みの上、三角、
端の長編みは細編みの途中で一度に引き抜いて、次からまた同じようにこの三角長編みの上、真ん中の三角細編みを3つ、で長編みの上、で三角で端の長編み細編みの途中、こっちも細編みの途中引き抜きます。で次また一つずつ編んで、真ん中には細編みを3つで、この端では細編みの途中細編みの途中で、また真ん中には細編み3つで端まで編んでいきます。端まで編んできました。端の長編みの上に細編みを1つ、その隣の角に細編みを2つ、まず1つ目、1つ目にマーカー、同じところにもう1つ、次は長い方、この長編みの隣に細編みを1つ、次は2つ、次も2つで、このまま次の角まで編んでいきます。まず1つ、次は2つ、でこのままぐるっと編んで、次の角ではここと同じように始めていきます。でまた角で端の長編みの上に細編み1つ編んで、次は角に2つ、これで最初のところまで戻っていきます。ぐるっと1周編んできました。最後は長編みの上に細編みを1つ、最初の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目、鎖を1つ、根元に細編み、1つ目にマーカーで、ここからは1つの細編みに1つずつ細編みをしていきます。でこのまま次の角まで編んでいきます。こっちまで編んでいきます。反対側の端まで編んできました。マーカーをつけたところにも細編みを1つ、でこの細編みにマーカーをつけておきます。ここからは1つの細編みに1つずつ細編みを編んでいきます。この3つ入れたところにも1つずつ、
次はこの扇形と扇形の間、このまっすぐの長編みの延長線上、この細編みをスキップして、ここの細編みの次にここ、今ここでスキップ、次で細編みをします。でまた一つずつでまたここはスキップして次でまた一つに一つでここはスキップして次でまた一つずつこれを繰り返して端まで編んでいきます。波形を編んで端まで来ました。マーカーのところに細編みを一つ、でまた同じところにマーカーをつけます。でここからはまた一つの細編みに一つずつ次の角まで編んでいきます。でこのまま編んでいきます。2周目もぐるっと編んできたら最初の細編みに引き抜きます。で糸を切ります。で引き抜いてこれを針で糸始末をします。でこの最初の細編みを編んでいたところ、ここにもう一度マーカーをつけておきます。で糸端を隠していきます。縁編みが終わったので次は脇を閉じ合わせていきます。ここは腕を通すところ、ここを閉じ合わせてここから裾までは残しておいてスリットにします。でこの長さもここもここも好みの長さにします。で今回私は24センチ、20センチ、9センチにしました。で前後にマーカーをつけます。最初からつけていたマーカーは角になっているので、ここを揃えて細編みの数を数えていきます。
で、今回私はこのマーカーを含めて12目目にマーカー、こっちも同じ12目目にマーカーで、このマーカーを含めて23目目にマーカーで、この間を閉じ合わせていきます。閉じ針を使って閉じ合わせていきます。ここは裾で、ここはスリット、ここから閉じ合わせていきます。マーカーをつけているところ、今回はこういう感じで合わせていきます。まずマーカーをつけているところ、これは細編みの頭、ここも細編みの頭、上から見ると V の形になっています。このこことここの境目に針を入れます。こういう形ではなくて、この合わせた時の内側になる方をすくいます。で、残しておいて、反対側も同じように、この細編みの V、次の細編みの V、合わせた時の内側になる糸をすくいます。で、次、この V とこの V のこの境目、こっちもこことここの境目、次もこことここ、でこれを続けていきます。ずれやすいので忘れないようにして合わせていきます。でこのままマーカーのところまで合わせていきます。マーカーのところまで閉じ合わせてきました。端ではこういう感じに合わせていきます。今まではこうで、ここではこうで、この時この2本をすくった方が安定します。この最後のマーカーがついていたところ、こっちも2本の糸の下をすくって、こういう感じでぐるっと糸を通した方が安定します。で、私は2本ではなくて1本で合わせました。この方がこのラインがつながって見えるので、私はこういう感じにしました。でもこっちの方がしっかりと止まります。私は片方あっちでやったので、同じように1本でやってみようと思います。
れまでと同じように内側の1本、こっちも内側の1本、これはどちらでも大丈夫です。で、裏でしっかりと留めたいと思います。こういう感じに合わせてきました。最後に襟ぐりを細編みで一周します。で、2箇所糸が出ているうち、片方はしっかりと留めてあるんですが、こっちはゆるゆるなので、ここを襟ぐりを細編みで一周する前に一回しっかりとさせておきたいと思います。引っ張ってしっかりとさせてから細編みを編むときに編みくるんでいこうと思います。次は襟ぐりを編んでいきます。肩のラインはここ。この両脇には扇形、こっちも扇形、間には三角のスペース。この三角のスペースに針を入れて細編みを編みます。三角に針を入れて糸を引き出します。鎖を一つ。これは引き締めておきます。で、鎖をもう一回。で、鎖の根元に細編みを一つ。で、これにはマーカーをつけておきます。で、三角のスペースにもう一つ細編みを編むんですが、ここには途中までの細編みで、次の三角、こっちも途中までの細編み、これを一度に引き抜きます。これで2つが1つになりました。次からはこの三角に1つ、扇形の真ん中に1つと編んでいきます。この糸端は編みくるんでいきます。これで途中までの細編みが1つ、普通の細編みが1つ、次は扇形、で次は三角、三角には普通2つ、
次は長編みの上、次は三角2つ、三角には2つ、長編みの上には1つ、扇形の上には1つ、次はまた三角、で長編みの上には1つ、で三角で、この糸端はある程度編みくるんだら外しておきます。で扇形の上で三角で、こういう感じで反対側の角まで編んでいきます。端の方まで来ました。ここでも同じように三角に細編みを1つ、もう1つは細編みの途中、次も三角に細編みの途中、一度に引き抜きます。次は普通の細編み、でまたここからここと同じように編んでいきます。扇形に細編み、三角に細編み、ここにも糸端があるので編みくるんでいきます。このままスタート地点まで戻っていきます。一周してきました。最後は扇形の真ん中に細編みを1つで、最初の細編みに引き抜きます。でこの一周でも大丈夫なんですが、もう一周だけしてみようと思います。鎖を1つで、根元に細編みでマーカーをつけておきます。ここが内側の角になっているので、ここを飛ばして次の細編みに続けたいと思います。前の減らし目をしたところをスキップして次、これで減らし目をしたことになります。次からは一つずつこのまま反対側まで編んで、こちらでも同じように下で減らし目をしたところを飛ばして続けていきます。ここを細編み、スキップ、細編み、こういう形にします。でぐるっと編んでここに戻ってきます。これが最後の細編み、ここが最初の細編み、最初の細編みの隣、端から数えて1、2、2つ目に針を入れます。でマーカーを外してで
最後の細編みに戻ります。最後の細編みの上から針を入れます。ついでに下の糸も通って、これを調節します。ここと同じ大きさになるように大きさを調節します。で、裏で隠していきます。こことこれで出来上がりました。サイズを測りました。上から下までは約60センチ、横幅は約55センチ、袖ぐりは約46センチ、襟ぐりは約60センチで、襟ぐりも袖ぐりも全体的にもとてもゆったりとしていて、着ていて疲れない感じになっています。スリットも作ったので、体を動かした時にも動きやすくなっています。で、全体的に派手ではないんですが、綺麗な模様になりました。で、使った糸は8玉、残ったのはこれぐらい。とても可愛くて着ていて楽な感じに出来上がりました。よかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。